3、2、1じゃーん。美味しそう。綺麗にできました。皆さんこんにちは、ちゃちゃです。今日は巻きすがいらないラップで作るプロのような綺麗な巻き寿司の作り方をご紹介します。恵方巻きや太巻きを自分で作ってみたいけど巻きす持ってないしなーという方におすすめの動画になっています。この動画を見れば巻きすがなくてもプロのような綺麗な巻き寿司を作ることができちゃいます。これから毎年スーパーで恵方巻きを買わずに自分で作ることだってできるようになっちゃいます。家族で巻き寿司パーティーもできちゃいますね。私は今まで100名以上の方々に巻き寿司の作り方を教えてきました。今までのノウハウ実績をもとに巻き寿司の綺麗な作り方などを紹介しています。ぜひ今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速始めていきましょう。それではスタートです。本日使う食材はこちらです。概要欄に詳しく説明していますのでぜひご覧ください。まず最初に海苔の準備をしていきましょう。海苔には裏表があります。ザラザラ麺が裏、ツヤツヤ麺が表です。ツヤツヤの麺を見せたいのでザラザラしている方に寿司飯を乗せていきます。全形海苔1枚を用意します。全形海苔はよくスーパーなどで売られている海苔の一番大きなサイズです。巻きすを使って太巻きを作るときはこの全形海苔1枚を使って作りますが、ラップの場合この大きさだと巻きにくいのでこの海苔を半分にカットします。このサイズだと巻きやすく一人でも食べきれるちょうどいいサイズの太巻きができます。カットする向きは短い辺を縦半分にカットしましょう。次に食材の準備をしていきます。最初に寿司飯を用意しておきます。寿司飯の美味しい作り方はこちらの動画で詳しく説明していますのでぜひご覧ください。寿司飯は 100g 用意します。今日使用する具材はカニカマ、スティックチーズ、かまぼこ、卵焼き、きゅうり、マグロ、サーモン、桜でんぶです。食材は桜でんぶやとびっこなどのパラパラしたものを除いてだいたい7から8種類ぐらいが巻きやすいです。具材は好みに合わせ変更してみてくださいね。まずきゅうりを準備していきます。きゅうりを8等分にカットしましょう。次はかまぼこです。かまぼこを板からきれいに外す方法を教えます。かまぼこを立てて包丁の背の部分を板とかまぼこの間に入れ下に下げていきます。こうするとこんなに綺麗に外すことができます。かまぼこは1センチ角くらいにカットしましょう。次はお刺身です。かまぼこと同様にだいたい1センチ角くらいになるようにカットしていきましょう。卵焼きも同じく1センチ角ぐらいにカットします。スティックチーズはここからと書いているところから剥いていきます。折れないように気をつけてくださいね。チーズと寿司飯の相性は抜群。チーズが好きな方はぜひ入れてみてください。カニカマもフィルムから外しておきましょう。ここまでできたら長さを先ほど用意した海苔の横幅に合わせてカットしていきます。海苔の横幅は約9センチになっています。このように長さを調節することができたら食材の準備 OK です。これで準備 OK です。それでは早速巻いていきましょう。まな板を縦に置きその上にラップを敷きます。その上に海苔を乗せましょう。海苔はザラザラ面が表に来るように置きます。海苔の上端3センチ分は開けておきます。間違えて寿司飯を置かないように寿司飯 2,3 粒を貼り付けて目印をつけておきます。目印をつけることができたら寿司飯 100g を手の中で軽く棒状にして海苔の中央に乗せます。これを敷き詰めていきます。できるだけ隙間がなく寿司飯が均等になるように敷き詰めてあげましょう。ここまでできたら海苔の上端に寿司飯 2,3 粒を取って貼り付け指で潰しておきます。そうすることで海苔がペラペラせずに巻きやすくなります。ここまでできたら具材を乗せていきます。最初は裏でんぶやとびっこなどパラパラしたものを乗せていきます。最初に乗せてあげることで寿司飯とくっついてくれるので巻きやすくなります。その次に芯となる硬いものを乗せていきます。チーズやきゅうり、かまぼこなどです。その上に比較的柔らかいもの、卵焼き、お刺身などを乗せていきます。具材を乗せるときは長方形になるように置いていきましょう。それでは巻いていきます。ラップと海苔を一緒に持って具材を押さえながら巻いていきます。そのままラップと海苔が下の寿司飯につくまで巻きましょう。この時寿司飯が具材の周りをぐるっと一周しているか確認しましょう。この状態が成功している状態なのでよく覚えておいてください。寿司飯が具材の周りを一周していることを確認したらここで少しギュッと締めます。こうすることで食べた時にボロボロと崩壊するのを防ぐことができます。ギュッと締めることができたらラップを浮かせそのまま上に転がしていきます。最後に形を整えたら完成です。別角度でもう一度説明します。寿司飯を均等に敷き詰めることができたら具材を乗せていきます。最初に桜でんぶなどのパラパラしたもの、次に芯となる硬いもの、その上に比較的柔らかいものの順番です。具材は長方形になるように置いてあげましょう。それでは巻いていきます。親指と人
差し指でラップと海苔を一緒に持って、その他の指で具材を押さえながら巻いていきます。そのままラップと海苔が下の寿司飯につくまで巻きましょう。この時寿司飯が具材の周りをぐるっと一周しているか確認します。寿司飯が具材の周りをぐるっと一周していることが確認できたら、ここで少しギュッと締めます。締めることができたらラップを浮かせ、そのまま上に転がしていきます。最後に形を整えたら完成です。綺麗に巻くことができましたね。次によくある失敗例とその対策を教えます。これは寿司飯が具材の周りを一周したのに寿司飯が余ってしまっている状態です。これは具材が少なすぎた場合や具材が細すぎた場合に起こります。このまま巻いてしまうと余っている寿司飯の部分が二重になってしまうので具材が真ん中に来ません。ラップより出てしまっている寿司飯を優しく取り除きます。綺麗に取り除くことができたら先ほどと同様に巻いていきましょう。これで綺麗な巻き寿司の完成です。次に寿司飯と寿司飯がくっついておらず寿司飯が具材の周りをぐるっと一周していない状態です。これは具材が多すぎた場合や具材が太すぎた場合に起こります。このまま巻いてしまうと寿司飯がない部分があるので具材が真ん中に来ません。寿司飯が足りていない部分に寿司飯を足してあげます。寿司飯の厚さが均等になるように入れてあげましょう。このように寿司飯で具材を覆ってあげます。これくらい具材が多いと海苔が足りない場合があります。その場合は海苔を付け足してあげましょう。先ほどの海苔の余りを半分か4分の1にカットし海苔を貼り付けていきます。事前につけておいた寿司飯に3粒が海苔の代わりになってくれるのでそのまま乗せるだけで大丈夫です。海苔がペラペラしないように新しくつけた海苔の上端にも寿司飯に3粒をつけ指で潰しておきましょう。ここまでできたら先ほどと同様に巻いていきます。これで綺麗な巻き寿司の完成です。完成しました。とっても綺麗に巻くことができましたね。ハーフサイズなのでそのままかぶりついても食べきれるサイズになっています。切って食べたいという方のために巻き寿司の切り方をご紹介します。細巻き、太巻きの詳しい切り方についてはこちらの動画でより詳しく説明していますのでぜひ合わせてご覧ください。巻き寿司を切るときは包丁、手酢、お酢とお水1対1で割ったもの、濡れ布巾またはキッチンペーパーを用意してください。巻き寿司を切る前に包丁の刃先を手酢につけ濡らしておきます。こうすることによって寿司飯が包丁につきにくくなるので綺麗に切ることができます。だいたい4等分くらいが食べやすいので4等分にカットしていきます。まずは真ん中をカットします。巻き寿司を切るときは押し切りは NG。包丁を大きく上下に動かしながら切ります。3、2、1、一度綺麗にできました。巻き寿司を切ると包丁が汚れるので濡れ布巾またはキッチンペーパーできれいにします。きれいにすることができたら包丁を再度手酢につけて濡らしておきます。次も半分にカットしていきましょう。先ほどと同様に包丁を大きく上下に動かしながら切ります。今日はラップで作る綺麗な巻き寿司の作り方をご紹介しました。いかがだったでしょうか？巻き酢を持ってないという方でも巻き寿司を作れる方法になっています。ぜひ本日紹介した方法で巻き寿司作ってみてください。本日の動画も最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。ラップを使った巻き寿司の作り方勉強になったよという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。